こんにちは。SSW アカデミーのりえこです。今回のテーマは、日本で働きたいと思っている外国人の方々に向けて、外国人のための就労ビザ取得完全ガイドという内容で解説していきます。早速ですが、日本で就職したいけど何をすればいいのかわからない。週28時間しか働けないからいつも生活が厳しいといったお悩みはありませんか？実は日本で働くことができる就労ビザを取得する鍵は、最新の正しい情報を知っているかどうかにあります。そしてあなたに適したビザを見つけるときも、ビザを申請するときも、最新の正しい情報を知っていれば、スムーズにビザの取得ができて、早く日本で働き始めることができます。今回は皆さんが最も知りたい日本の就労ビザに関する最新情報や必要な知識、そしてビザの具体的な取得方法を5つのステップに分けて解説していきます。まずステップ1で日本で働けるビザの種類をご紹介します。ステップ2ではあなたに合った就労ビザを見つける方法を確認し、次のステップ3でビザ申請で必要な書類や手続きの種類を見ていきます。そしてステップ4でビザ申請の手順や不許可になってしまった時の対処方法と、最後に就職した後のルールやビザを更新する時のポイントを解説していきます。動画の後半では、ビザが不許可にならないための審査のポイントや、もし不許可になってしまった場合の対処方法、就労ビザを取得した後のビザのステップアップや永住権についてもご紹介していきます。この動画を見るだけで、あなたもビザの取得がスムーズになり、すぐに日本で働くことができるかもしれませんので、ぜひ今回の動画も最後までご覧ください。また、このチャンネルでは、ずっと日本に住みながら働き続けたいと思っている方、就労ビザのことがわからないという方や、日本語が苦手な方に向けて、日本の会社のことやビザの申請方法などをわかりやすく解説しておりますので、まだ登録していないという方は、ぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いします。さらに、私の公式 LINE では、すぐに役立つ就職活動の成功術や、たった2、3ヶ月で就職できて、就労ビザを取得できた方法を発信しています。このノウハウを知りたいという方は、この動画の説明欄にある公式 LINE のリンクからぜひお友達の登録をしてみてください。それでは本編スタート。まず最初に日本で働くためにはビザが必要ですが、その中でも就労ビザについて理解しておくことがとても大切です。特に正社員として働くことができるのはどのビザなのかを理解することが重要です。そこでまず確認しておきたいのは、留学ビザ、家族滞在ビザ、短期滞在ビザなどでは原則としてフルタイムで働けません。一方で、働くことができるビザを取得すると、正社員として就職することができてフルタイムで働けます。そして、フルタイムで働くことができる主なビザは次の通りです。一つ目が、技術人文知識国際業務というビザです。IT の技術者、通訳翻訳業務、企画営業などの専門的な知識や技術を活かすことができる仕事に与えられます。二つ目が特定技能ビザです。建設業、介護、製造業など、人手不足が深刻な特定の産業で、一定の専門性や技術を活かす仕事ができます。三つ目の技能ビザは、外国料理人、動物の調教、スポーツのトレーナーなど産業上の特殊な分野で熟練した技能を活かす仕事ができます。そして経営管理ビザでは、日本で会社を設立して事業を経営し、取締役などの役員としてビジネスを運営したり、部長などの管理職として事業の管理を行います。五つ目は高度専門職ビザです。大学の教授や研究機関の研究者などが該当し、高い知識とスキルを活かした仕事ができます。この中で特に技術人文知識国際業務ビザと特定技能ビザは、あなたのように今は働けないけどこれから日本で働きたいと考えている方にとって最も実現可能なビザと言えるでしょう。
それでは多くの外国人の方が日本で働いている技術人文知識国際業務ビザがどんなビザなのかを詳しく解説していきます。このビザは日本や海外の大学、短期大学を卒業された方、あるいは日本の専門学校を卒業された方が対象となっており、事務職や専門職などのホワイトカラーで日本の企業に就職するためのビザです。そしてこのビザで働ける主な仕事内容の例としては、IT エンジニアやプログラマー、設計業務、会計や経理、人事といった事務職や広報、市場調査やマーケティング業務などです。また、翻訳通訳や語学の先生、公益事務なども対象です。この在留資格を取得するためのポイントは、あなたの学歴や職歴が志望する職務内容と一致していることです。例えば、情報工学を学んだ方が、プログラミングやシステム設計の知識などを活かすことができる IT エンジニアとして働く場合や、経済学を専攻した方が、マーケティングや市場分析などの専門知識を用いて営業職に就く場合などのように、学んだことが実際の仕事内容と結びついている必要があります。したがって、技術人文知識国際業務ビザの取得を目指す皆さんにとって、最も重要なことは、自分の教育背景や卒業した大学、専門学校の履修科目が応募した仕事や業務内容とどのように結びついているのかを具体的に説明できることがポイントになります。同時に就職する会社には、その専門性をしっかり理解してもらい、正当な評価を受けた上で雇用条件を提示してもらうことが審査を通過するためのポイントとなります。ビザの申請では、この専門性の一致が重要な鍵になります。応募書類や面接でこの点をしっかりアピールすることをお勧めします。一方で、2019年に新しく作られたビザが特定技能ビザです。このビザは一定の知識や技能が必要となり、人手不足が深刻な特定の産業分野で即戦力として働ける外国人を受け入れるためのビザです。対象分野は、建設業、介護、外食業、宿泊業、製造業、ビルクリーニングや自動車整備、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、林業など、合計19分野が対象となります。また、特定技能1号ビザは技能実習の経験がなくても大丈夫です。必要なのは仕事に関する技術を持っているのかを確認する技能評価試験と日本語の能力を確認する日本語能力試験の2つの試験に合格すれば誰でも特定技能1号のビザを申請することができます。そして学歴は必要ありませんし、どのような学校を卒業したかも関係ありません。試験に合格すれば誰にでもチャンスがある人気の高いビザです。あなたが学歴や経験に自信がない場合でも試験に合格すればこの特定技能ビザを取得することが可能になり正社員として働くことができます。そしてどちらのビザを目指す場合でも出入国在留管理局が見ているビザを取得するための基本的な条件が主に3つあるのでご紹介していきます。1つ目はあなたにスキルや学歴または技能があるかどうか。2つ目は、あなたと雇用契約を結ぶ適切な日本の会社を確保できているかどうか。そして3つ目が、あなたの仕事の内容が在留資格の活動内容と一致しているかどうかです。この3つの条件を確認して、ビザ申請を準備すれば許可される確率が高まります。ステップ1でフルタイムで働くことができる就労ビザの特徴と、どんな職種で働くことができるか、そして許可をもらうための条件を見ていきました。日本で働くための第一歩は、ビザの基本条件とあなたの現状を確認することから始めてみましょう。働くことができるビザやビザを取得するための基本条件が分かったところで、ステップ2では実際にあなたの条件に合った就労ビザを見つける方法と、それぞれの就労ビザの具体的な仕事内容や取得条件、メリットや注意点を解説していきます。日本には就労可能なビザがいくつかありますが、
日本で就職を目指している皆さんにとって最適なビザを選択することが非常に重要です。今回はその中でも特に多くの方が目指されている技術人文知識国際業務ビザと技能評価試験に合格して最短ルートで取得することが可能な特定技能ビザ、そして起業を考えている方向けの経営管理ビザについて詳しくご紹介していきます。まず最初に解説していくビザは、技術人文知識国際業務というビザです。大学や専門学校などで学んだ知識や技術を活かしながら、ホワイトカラーの専門職として働くための就労ビザです。対象となるのは主に大学、短期大学、専門学校を卒業し、日本の会社で専門知識を活かした仕事に就きたい方です。具体的な職種は IT エンジニア、プログラマー、機械設計技術者、アプリケーションやシステムなどの技術開発者、情報セキュリティエンジニアや会計、経理、企画や人事、総務、法務、商品開発やマーケティング、営業、翻訳通訳、語学学校の語学教師や服飾のデザイナーなどです。そして、このビザを取得するための条件は、大学または専門学校を卒業して、学士や専門士の資格を持っていること、そして、例えば、情報工学を学んだ人が IT エンジニアとして就職するように、学校で勉強した内容と仕事の内容の専門性が一致していることも重要です。また、日本の会社と正社員または常勤社員として雇用契約を結ぶことです。これらの条件が揃うと、日本の会社で専門知識を活かした仕事に就くことができます。そして、このビザのメリットは、在留期間が1年から5年まであり、比較的長くて更新がしやすく、将来的には永住権や高度専門職ビザへの移行も可能で、母国にいる配偶者や子供を日本に呼び寄せることができる場合もあります。しかし、この在留資格では工場のライン作業、コンビニやレストランの接客など、単純労働はできないので注意が必要です。次に紹介するビザは2019年から始まった特定技能ビザという新しいビザです。一定の知識や技能を活かして人手不足が深刻な特定の産業分野で即戦力として働くことができます。2025年時点で対象となっている職種は16職種あり、建設業、介護、宿泊業、自動車整備、農業などが対象です。この SSW ビザを取得するときの条件は、各分野で実施している技能評価試験に合格することと、日本語能力試験 JLPT の N4 以上、または JFT ベーシックの A2 レベル以上に合格すること、そして就職予定の会社や雇用主と直接雇用契約を結ぶことです。農業と漁業以外は派遣契約は認められていません。これらの条件が揃えば、学歴がなくても、技能実習の経験がなくても、試験に合格することができれば、あなたも最短ルートで就職することができます。また、SSW ビザのメリットは、技能評価試験と日本語試験に合格するだけで、学歴がなくても OK です。簡単な日本語でコミュニケーションを取ることができれば、難易度の高い日本語は不要で、正規の雇用契約が結ばれるので安定した収入が期待できます。そして特に建設業や介護などの人手不足が深刻な分野では需要が高まっているので働くチャンスがとても増えています。このビザの注意点は5年以上働き続ける場合、特定技能の2号ビザに移行するか他のビザに変更する必要があります。私の SSW アカデミーではたった2、3ヶ月で就職できて SSW ビザを取得できたノウハウを発信しています。どうやってビザを取得したのかを知りたい方は、この動画の説明欄にある公式 LINE のリンクからお友達に追加して、ぜひご連絡ください。3つ目に紹介するビザは、経営管理というビザで、日本で自分の会社を作って自分のビジネスや事業を経営したいという方に向けたビザです。ビザを取得するときの条件は、
実現可能で具体的な事業計画があること。日本国内に事務所や店舗など事業活動を行うための場所があること。事業を開始するために必要な資本金が最低500万円以上あることです。そして、単なる出資だけでなく、自分で経営する会社を日本で設立し、実際に経営活動をしなければなりません。これらの条件が揃えば、会社を経営しながら必要に応じて従業員を雇用して自分のビジネスを成長させることができます。このビザのメリットは、自分で事業内容や働き方を決めることができます。成功すれば将来的に永住権や高度専門職ビザの申請も可能で、最初の申請で最長5年間の在留期間が認められる場合があるのがこのビザです。注意点としては、収益が出ないと更新ができない場合もあるので、リスクが高いビザでもあります。このように、どのビザがあなたにとって最適なビザなのかは、今の在留資格や学歴、経歴やスキル、将来の希望職種などによって異なります。まずは自分の学歴や経歴と希望の職種を整理して、あなたの今の現状に最も適したビザを選ぶことがとても重要です。ここからは就労ビザを申請するために準備をする必要な書類と、ビザ申請の手順について詳しく解説していきます。特に技術人文知識国際業務ビザと特定技能の2つのビザを中心に解説していきます。まず、就労ビザを申請するために審査に必要な書類を準備します。これは自分自身で準備する書類と、就職先の会社が準備する書類と、両方が必要になります。そして、技術人文知識国際業務ビザを申請するときに、あなたが準備する書類は、在留カード、パスポート、6ヶ月以内に撮影した縦4センチ、横3センチの顔の写真、履歴書、大学や専門学校の卒業証明書や成績の証明書です。出席率の証明書がある方は、ここで一緒に準備してください。この書類に加えて特定技能ビザを申請する人の場合は、技能評価試験の合格証書と、日本語能力試験の合格証明書か JFT ベーシックの証明書も必要になります。次に会社側が準備する書類は、雇用条件や給与額が明記されている雇用契約書や雇用条件書、登記簿謄本、直近の決算書類、法定調書合計表、会社案内やパンフレットなどです。特定技能ビザの場合は、これらの書類の他に分野や支援体制によって必要になる書類があります。書類にミスがないかを確認し、最新情報であるかをチェックしながら準備を進めていきましょう。次は、会社と面接してから出入国在留管理庁にビザを申請するまでの流れを解説します。まず最初のステップは日本の会社から内定をもらうことです。面接に合格し、会社があなたの採用を決めた時点からビザの申請の準備が始まります。次に会社から正式な雇用契約書を発行してもらい、サインをしましょう。この書類には給与や勤務時間、業務内容などの重要な情報が記載されています。必ず内容を確認してください。3番目のステップでは、学歴に関する証明書を取得します。母国の大学や専門学校の卒業証明書、成績証明書などを取得してください。もし書類が日本語以外の言語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付する必要があります。特定技能ビザを申請される方は、各分野の技能評価試験と日本語能力試験の合格証が必要です。これらの試験に合格していることがビザ申請の必須条件となります。5番目に就職先の会社と協力して申請に必要な書類を準備します。会社側が用意する書類もありますので、密に連絡を取り合いながらミスがないように進めましょう。次に出入国在留管理庁に提出する申請書類を作成します。申請書には正確な情報を記入し、不備がないようにしましょう。申請の直前では書類のチェックリストなどを使ってすべての書類が揃っているかを確認してください。
一つでも書類が足りないと申請が却下されてしまったり、審査が遅れたりする原因になります。また、申請書などに記入した内容ももう一度確認しましょう。最後に準備が整ったら、出入国在留管理庁に申請書類を提出します。申請後は少し時間がかかりますが、審査結果が出るまで待ちましょう。日本で働きながら、さらに充実した毎日を過ごすために、この手続きの流れをよく把握して、準備を着実に進めていくことが大切です。ここからは出入国在留管理庁に提出する申請書類を作成するときのポイントをお伝えしていきます。ビザの審査では書類の正確さが何よりも重視されますので、次の点に注意してください。まず、情報の整合性です。名前の綴り、卒業年度、職歴など、すべての書類で情報が一致しているかを必ず確認してください。矛盾や相違点があると審査に悪影響を及ぼす可能性があります。次に雇用契約書には業務内容が具体的に記載されているかをチェックしましょう。入管に対してどのような仕事をするのかを明確に伝えることが必要です。また、その他の労働条件も正しく記載されていることも大切です。さらに、顔写真についても注意が必要です。必要なサイズは横3センチ、縦4センチで背景がないものを用意します。顔が正面を向いていて、鮮明な写真が必要です。また、提出日の6ヶ月以内に撮影された写真を使用してください。そして、もし書類が日本語以外の言語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を提出する必要がありますので、忘れないようにしましょう。出入国在留管理庁では、書類全体の信憑性が重視されます。細部まで注意して、正確な書類を準備しましょう。就労ビザを取得するためには、正確な書類を順序立てて揃えることが大切です。書類に不備があると審査に時間がかかったり不許可になることもあるので注意しましょう。ステップ4では実際に就労ビザを取得するための申請手続きの流れを解説します。あなたが今日本にいる場合と海外にいる場合で申請の方法が違います。ここでは日本国内で手続きをする在留資格変更許可申請と海外から日本に入国する場合に行う在留資格認定証明書交付申請の2つのパターンを分かりやすく説明していきます。もしあなたが今日本に滞在している場合は、在留資格変更許可申請を行うことができます。例えば留学生や家族滞在ビザの人が対象です。この手続きでは、あなたが今持っているビザから正社員として働くことができるビザへ変更することができます。次に、今海外に住んでいる人が日本に入国する場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。日本の企業から内定をもらった後に日本に入国して働くことを考えている方が対象です。この申請は内定先の会社や行政書士などが出入国在留管理庁に対して行います。在留資格認定証明書が発行されたら、あなたはそれを受け取り、自国の日本大使館でビザを申請します。ビザが発給されたら日本に入国することができます。この証明書があると、ビザの取得がスムーズになり、日本への入国手続きが迅速に行えます。それではここからは、今すでに日本に住んでいる人が就労ビザに切り替える方法の在留資格変更許可申請について解説していきます。例えば、留学ビザを持っていて日本で勉強されている方が技術人文知識国際業務ビザに変更したい場合や、特定技能ビザへ変更する場合の手続きです。まず必要な条件を確認していきましょう。在留期限がまだ残っていること。2つ目が日本の会社から就職の内定を得ていること。そして3つ目が申請に必要な書類がすべて揃っていることです。そしてビザ申請の流れは次のようになります。まず必要な書類を揃えましょう。これは先ほど解説したように自分自身の書類と就職先の会社の書類が必要になります。不安な方はこの動画のステップ3をもう一度確認してみましょう。書類が揃ったら出入国在留管理局へ
在留資格変更許可申請書などの作成した書類や準備した資料を提出します。その後、審査に入ります。通常、審査の期間は1ヶ月から2ヶ月ほどかかります。この期間は入管の混雑状況や申請内容によって変動することがありますので、余裕を持って申請することをお勧めします。そして、審査が終わると、許可または不許可の結果通知が届きます。申請方法によって、郵送で結果通知が来る場合とメールで来る場合があります。許可が下りた場合、新しい在留カードを受け取ることができ、これで正式に就労が可能になります。ここで注意したいのが、審査の結果が出る前にビザの期限が切れてしまった時です。この場合、特例期間として審査の結果が出るまでの間は在留が認められています。ただし、ビザが許可されるまでは働くことができない場合があるので気をつけましょう。審査のポイントは、必要な書類をすべて揃えて、申請内容に不備がないかどうかを確認することです。そうすれば、審査期間の短縮にもつながり、安心して新しい生活をスタートできます。万全の準備でストレスなく手続きを進めましょう。次に、海外に住んでいる外国人の方々が日本で働く場合に行う在留資格認定証明書交付申請はどんな手順で進めていくのかを解説していきます。まず最初に必要な書類を揃えます。日本語以外で作成された書類には日本語の翻訳文も一緒に準備して日本の会社に送ります。採用した会社があなたの在留資格認定証明書の申請書類を作成します。そしてこの書類は会社や行政書士を通じて出入国在留管理庁へ提出します。審査の期間には通常1ヶ月から4ヶ月ほどかかります。この期間は入管の混雑状況や申請内容によって変動することがありますので、余裕を持って申請することをお勧めします。審査が完了すると COE が発行されます。会社はこの COE をあなた宛てに国際郵便またはメールで送付します。COE を受け取ったら、あなたが住んでいる国にある日本大使館または領事館で就労ビザを申請します。申請するときには COE の他にパスポートや申請書などが必要になります。ビザが無事に取得できれば日本への入国が可能になります。空港で入国審査を受けた後、在留カードを受け取ります。この在留カードは日本での生活に不可欠なもので身分証明書としても利用できますので、なくさないように注意しましょう。特定技能ビザで来日する場合は、さらにいくつかの条件が加わります。まず、技能実習を修了していない方は、技能評価試験と日本語能力試験に合格していることが条件となります。また、会社や登録支援機関から労働条件や支援計画などに関して事前ガイダンスを受ける必要があります。これらの手続きは複雑に感じるかもしれませんが、一つ一つの手順を理解し、日本での新生活をスムーズに始められるように、早い段階から準備に取り掛かることが大切です。状況によって審査がスムーズに進まないこともありますので、提出した書類などに不備があった時の対処法を見ていきましょう。よくあるケースが、出入国在留管理局より補足資料などの追加提出を求められる場合です。こういった時は迅速な対応がとても重要で、具体的にどのような補足書類を提出することが多いのか、いくつか解説していきます。よくある補足書類の例として、業務内容の詳細を聞かれることがあります。この場合、あなたが実際に担当する業務について具体的な内容を明記してください。業務のレベル、責任範囲、使用する専門知識、スキルについても詳しく説明すると良いでしょう。次に採用理由も重要です。これは会社がなぜあなたを採用したのかを説明する書類になります。あなたのスキル、経験、人となり、具体的なエピソードを交えながら採用に至った経緯や理由を明確に説明する必要があります。そして、給与などの労働条件の根拠を示す書類も必要になる場合があります。雇用契約書に記載された内容が適切であることを示す資料を用意しましょう。そして、
これらの書類を作成する際の大事なポイントが3つあります。まず、提出する書類全体で情報が矛盾しないようにしましょう。以前提出した書類との整合性も重要になります。次に、日本語で明確に記載することが重要です。専門用語や難しい表現は避け、どんな人が読んでもわかりやすい内容にするように工夫しましょう。最後に、読みやすいフォーマットで作成しましょう。箇条書きや表などを効果的に使用し、視覚的にわかりやすく情報をまとめます。これらのポイントを押さえ、迅速かつ正確な資料提出を心がけることで、審査期間の延長を最小限に抑えることができるでしょう。適切に対応することで、審査の許可率も高くなります。そして、もし予想に反して不許可となってしまった場合の対処方法をここから解説していきます。パニックになることなく、落ち着いて次の手順で対応することが大切です。まず、出入国在留管理局から不許可の通知書を受け取ったときに、そこに書いてある不許可の理由を必ず確認してください。不許可の理由を明確に理解することが次のステップに進むための鍵となります。不許可の理由が単純な書類の不備や記入ミスの場合、それらを修正して再申請することで解決できるケースが多いです。例えば、履歴書に書いた学歴が間違っていた場合などは、正しい証明書や資料を準備するなどの対策も必要です。また、説明が不十分だった場合や、複雑な事情がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は申請書類の作成から不許可理由の分析まで経験に基づいたアドバイスを提供してくれます。そして専門家のアドバイスを聞かずに間違った再申請をしたことで不許可が続くと今後の審査に影響を与える可能性があります。一回一回の審査を慎重に対応することが大切です。あなたの目標を確実に叶えられるように適切な手続きを心がけましょう。私の公式 LINE では、たった2、3ヶ月で就職できて、ビザを取得できた方法を発信しています。このノウハウを知りたい方や、ビザ申請の時に準備する書類が知りたい方、許可になってしまった時の再申請の対処方法を知りたい方は、ぜひ、この動画の説明欄にある公式 LINE のリンクからお友達の登録してメッセージを送ってください。ステップ4のまとめです。就労ビザの申請は正確な手続きの流れを理解しておくことが成功の鍵です。国内にいる方は在留資格変更許可申請、海外から来る方は在留資格認定証明書交付申請でした。書類の不備に注意して会社と協力しながら手続きを進めましょう。もし不許可になってしまった場合は落ち着いて対応しましょう。最後のステップ5では、就労ビザを取得して就職した後に守るべきルールとビザの更新手続きについて解説していきます。就労を開始した後もきちんと規則を守り、定期的に更新手続きを行うことが安定した在留とキャリア形成に欠かせません。まず、あなたのビザで活動できることとできないことをしっかり理解しましょう。技術人文知識国際業務ビザでは、ビザ申請をした内容と勤務先の業務内容が一致している必要があります。許可された仕事内容以外で働くことは原則できません。特定技能ビザの場合は、雇用された企業の指定業種、職種以外では働けません。勤務先を変更する場合は、出入国在留管理局への届け出やビザの変更申請が必要です。また、支援計画に従って生活などのサポートを受けながら仕事を継続していきます。違反があればビザの取り消しや更新ができなくなる場合もあります。あなたに認められたビザの範囲内で活動することが大切です。ビザ取得後にあなたの情報が変わった場合は、必ず届け出や変更の手続きが必要です。それでは実際に届け出が必要になるケースを具体的に見ていきましょう。まず、新しい住所に引っ越ししたら14日以内に市役所や区役所などの窓口に転居届を提出し、在留カードの裏面に新しい住所を記載してもらいます。
次に、新しい会社に転職する場合は、出入国在留管理局へ所属機関に関する届け出をするか、在留資格によってはビザの変更手続きを行います。もし在留カードをなくしてしまったときは、最寄りの出入国在留管理局へ行き、速やかに再発行の手続きをします。パスポートを更新する場合は、期限が切れる前に必ずあなたの国の大使館や領事館に行って手続きを行いましょう。特に注意が必要なのは会社を辞めた場合です。3ヶ月以上仕事がない状態が続くと在留資格の取り消し対象になる可能性があります。転職予定がある場合は早い段階で相談し届け出や申請を行いましょう。そして就労ビザには在留期限があり、一般的には1年、3年、5年などで設定されていて、期限が満了する前にビザの更新手続きが必要です。更新の時期は在留期限の3ヶ月前から更新の手続きができます。そして手続きが遅れるとオーバーステイ扱いになることもあるため注意が必要です。それでは更新の手続きに必要な主な書類を見ていきましょう。まず、在留期間更新許可申請書は、在留期間の更新を希望する際に必ず提出しなければならない書類で、出入国在留管理局のウェブサイトからダウンロードできます。すべての記入事項が重要な項目となりますので、間違いのないように丁寧に記入しましょう。次に、在職証明書や現在の雇用契約書などは、あなたが今会社で働いていることを証明するための書類となります。会社から発行してもらいましょう。源泉徴収票や住民税の課税納税証明書は、あなたの収入と税金の支払い状況を証明するためのものです。源泉徴収票は会社から支給され、課税納税証明書は区役所や市役所で発行してもらいます。発行には少し時間がかかる場合がありますので、余裕を持って手続きを始めましょう。続いて、就職先の企業の決算書類や法定調書合計表は、あなたの働いている会社が提出する書類で、会社の経営状況を確認するための重要な書類です。会社の担当者と連携して準備しましょう。そして、在留カード、パスポートや顔の写真も準備します。コピーが必要な場合は、情報がすべて読み取れるようにコピーしてください。特定技能ビザの場合は、引き続き支援体制が維持されているのかや、支援計画の継続状況を確認する書類も必要になる場合があります。そして、日本で長く働きたいと考えている方は、ビザのステップアップや永住権の取得は重要なポイントになります。まず、日本で長く働く場合のビザのステップアップについて見ていきましょう。例えば、特定技能1号ビザから特定技能2号ビザへ進む場合、各分野の特定技能2号の評価試験に合格し、合わせて一定の実務経験を積む必要があります。また、一部の分野では日本語能力試験 N4 以上の合格も必要です。そして、特定技能ビザから技術人文知識国際業務ビザに変更する場合には、学歴や実務経験、職務内容などが重要になります。具体的には、大学や専門学校以上の学歴、または該当する業務で10年以上の実務経験が必要です。また、技術人文知識国際業務ビザを取得した後に、さらなるキャリアアップを目指して、高度専門職ビザへ変更するのも可能です。このビザはポイント制で、学歴や職歴、年収などによって評価され、永住権申請のステップにもつながります。そして、永住権取得のための主な条件も見てみましょう。原則として10年以上の在留歴が必要となります。そのうち少なくとも5年以上は仕事に従事するビザを取得していることが必要です。加えて安定した収入や納税記録、社会保険への加入も重要です。また、日本の法律を遵守し、年金や保険、税金の支払いをしっかり行っていることも許可を得るための重要な条件です。家族と一緒に日本で生活したり、長期的な滞在を希望する場合は、安定した雇用が重要です。計画的にビザのステップアップを進めることで、日本での長期生活の可能性がもっと広がります。そして、日本のルールを守ることで、日本での生活は安定します。でも、ルールを知らずに破ってしまうと、大きなトラブルに発展することもあります。最後にお伝えしたいのが、
トラブルを避けるためにも、よくある問題とその解決策やポイントを解説していきます。例えば、転職する場合は、届け出を忘れないことが大切です。会社を辞めたり、別の会社に転職する場合は、14日以内に出入国在留管理局に届け出る必要があります。届け出を忘れていた場合や、届け出を必要なことを知らなかった場合でも、気づいた時に必ず届け出を行いましょう。仕事の内容が変わった時も注意が必要です。後で問題にならないように事前に相談することがポイントになります。給料が支払われないときは、すぐに労働基準監督署か外国人労働者相談窓口に相談しましょう。一人で悩まず相談できる窓口があることを覚えておいてください。ビザの更新手続きは期限が近づいたらすぐに準備しましょう。カレンダーに予定をしっかり書き込んで余裕を持って準備や手続きを進めることが大切です。困った時は一人で悩まず相談することが重要です。そしてこれらをしっかり実践することでさらに安心して日本で生活できます。ルールをしっかり守ってトラブルを未然に防ぎましょう。ビザを取得した後もルールを守りながら生活し、しっかり働くことで次のチャンスやビザの更新、永住権取得へとつながっていきます。ここまで日本で働きたいと思っている外国人の方々に向けて、日本で働くためにビザの取得を成功させるための5つのステップをお話ししてきました。日本で働けるビザの種類、自分に合った就労ビザの見つける方法、ビザ申請に必要な書類や手続きの種類、ビザ申請の手順や不許可になってしまった時の対処方法、就職した後のルールや就労ビザを取得した後のステップアップと永住権の申請など、どれも日本で働きたいと思っている人にはとても重要な内容でしたね。そして、もっと早く就職したいと思っている人や、ビザ申請で絶対失敗したくないという方には、私の公式 LINE で開催している相談会の活用をお勧めします。この相談会では、就職する会社のことや、自分に合った会社の見つけ方、ビザが不許可にならないための具体的な申請方法や、どんな書類が必要なのかをお伝えしています。このノウハウを使えば、あなたも早くビザを取得できて、日本の会社で働くことができる可能性があります。実際に2000人以上の外国人の方から相談をいただき、多くの人たちが就労ビザの取得に成功したノウハウです。相談いただいた生徒さんたちもたった2、3ヶ月で就職できて、就労ビザを取得できた人もたくさんいます。そして普通にやると就職するまでに2年、4年とかかるのですが、もっと早く就労ビザを取得できる方法があります。たった2、3ヶ月で就職してビザを取得する方法を知りたいという方は、ぜひ説明欄のリンクから私の公式 LINE をお友達に追加してください。そしてこの動画が面白かった、ためになったという方はぜひいいねボタンを。また次の動画も見たいという方はぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。